こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてやライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回やってきたご自宅はですね、ご夫婦で生活をしている 2LDK、違うわ 2DK 2DK のご自宅にやってきました。独特な感覚をお持ちなのかなっていうちょっとインテリアなので、どういったところをこだわって選ばれたのか、あとは洋服もこだわりがあるということなので、そのあたりもお話聞ければなと思っております。はい、ということでお待ちいただいているので行きましょう。記憶的散策ではインテリアや建築、暮らしなどの情報を SNS 掲載するサービスのテスト募集を始めました。新作や展示会、ポップアップ、ショップの宣伝などどなたでもご掲載いただけます。まだ知られていないブランドや作家さんなど記憶的散策を通して皆さんにご紹介できればなと思っているので、気になる方はぜひ概要欄にある応募フォームをチェックしていただければなと思います。お願いします。今日はよろしくお願いします。お願いしお願いしま。ますす。今回のゲストは千穂さんとひろしさん。はい。自己紹介やばいね。いやありのままを。ありのままを。ありのままを。本当にこの撮影日の1週間後までは会社員なんですが、会社員辞めてちょっとこう独立する予定で、はい。で今ちょっと長年の夢であるコーヒーショップを静岡の伊東に作るという目標をあと 1,2 年でちょっと叶えるべく、ちょっと残りの東京生活を旦那さんと2人で楽しんでいけたらと思います。千穂です。よろしくお願いします。ひろしです。普段はワーム東京というスニーカーショップで働いております。というわけで今日紹介していただくこちらのご自宅が 2DK。 2DK。はい。でも40 40ぐらいだと思う40ぐらいですかね、多分。正直この物件はなんか選んだ決めるとかありますか？正直言うと入りたかった部屋があったんですけど、そこの審査落ちちゃって結構あたふたした状態で、僕だけ内見いろんなとこ見て、でも千代ちゃんに写真めっちゃ送って、でなんかこれ良さそうだよみたいな、クローゼットも広いしみたいな言って、もう結構ノリと勢いで決めちゃった感じです。ただすごい気に入ってるよね。なんかね、ちょっと独特ないやそうですね。形ですよね、結構ね。いろいろちょっとね古くて可愛いんですよ。というわけで今日はちょっとお部屋についてお話をいろいろ聞ければなと思っているんですけど、じゃあ早速こっちの部屋から行きましょうか。はいじゃあちょっとこっちの部屋案内してもらってもよろしいですか？はい、もちろんです。失礼します。ここは本当にご飯を食べたり、お友達が来た時におもてなしをする場所ですかね。おもてなし。おもてなしおもてなし。おもてなしです久しぶりに。聞きました。久々に聞きましたね。これも久々に聞きましたね。おもてなし。コンセプトは本当にこう身の丈に合った生活っていうのと少しの遊び心っていうので、旦那さんが特にチェックが大好きなので、すごいですね。ちゃんと尊重して素敵な思い物やりですね。自体はなんか一人暮らしの時の私の道具が多いんですが、いろいろこう彼の色も入ってちょっと可愛らしい感じになってるんじゃないかなと思います。基本こういう部屋を作るときはなんだろう、お二人でこう話し合って決めるんですか？それとも千穂さんがこうガガガガッとこういくんですか？でもなんか僕は結構ちゃんと許可をもらいに行きますし、多分千代ちゃんも許可をもらいに連絡くれるんですけど、結構半ばほぼ買う気満々でそうなんだ。大体来てるなっていうのでいいよいいよって言って男性が断る権利ないですからね、基本。ノーチェこのままでも可愛かったんですが、昨日かけたら可愛いんじゃないみたいなで、いろいろあるんですけど、切り端が出てきてこれ可愛いじゃんってなってね。柄が良くて生地だけ買ってたんですよ、チェックで。毎日届くんです。チェック毎日届くチェックが？まあその毎日1週間に 3回ぐらいだいぶ多いですね。しかもこれ生地を買うんですか？生地を買いました。何に使うか前決めてないんですけど、とりあえず可愛いから買っとくかっつって買ってでついに今日だったという。しかも今日じゃあもう結構お二人ともまだこれ新米というか新米まだ見慣れてない光景なんですか？全然見慣れてないそうなんだ。これはなんかメルカリでお譲りいただきました。6,000ぐらい、おお、リーズナブルですね。はい。普段はこの椅子がここにあって、この距離で L 字というかそういうことか。 L 字で横に並んで、リプロだと思うんですけど、このお家に入ってきた時ぐらいに私は多分メルカリでめちゃめちゃ漁ってて、2脚でこれもいくらだった？めちゃめちゃ安かったです。これはなんかヴィンテージの IKEA、これもメルカリでお譲りいただいて2脚で
8,000円ぐらい。 1000円ぐらいかな。おーどういう椅子がいいとか正直わからないんですけど、そう座り心地はいいですね。こちらの椅子、はいはいはい千代さんのおかげです。千代さんのおかげこれもなんかジモティーで無料でお譲りいただあ無い料でて、学大に取りに行ったんですけど、はい一人でなんかすごい素敵な女性から譲っていただきました。可愛いい、今日気に入ってる。ブランドも不明ブランドも全然わからないですね。読書が趣味なので、うん本だったりデザイン関係の仕事をしてた時があったので、そこら辺のものとかこう Amazon で買ったようなデッキにで Bluetooth でつながるので、お友達来た時はもうここから Spotify とかから流してるんですけど、ちょっとこういいムードが作れるような場所になってます。うん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 土井重里さんのもうこれ3つまで出てるんですけど大好きで、これは本当常に読み返して心をなんか落ち着かせてますね。うん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 茨城のりこさんと、女の言葉はい、これ結構でもクラシックなやつなんですけど、ぐさっと刺さるような感じでここら辺を気に入ってます。短いうん刺繍、刺繍基本的に長いの読めなくて、本当に短くパッと見開きで。見開きで、あ本当はこんなこうちょっと詩みたいに見えますねはい、本当にパッと読めるのが大好きで、日々ちょっと短い言葉でインパクトある言葉をなんか紡ぎたいと思ってるので、こういうので勉強してますパンチライン的なので、パンチライン的なのを探してます探してるんだはい、紡ぐまで言葉選んだのにパンチラインって結構右往左往してました。そういうのを探してます。なんかインタビュアーみたいなこうすみません。だいぶこう癖が出てま癖が接客業やってるんで。あ確かにそういうことかアシスタントみたたいな。池田さんのアシスタント。俺いなくてもいいからね大丈夫ですすみません。あちょっと出過ぎたまいやで。いや全然エッセイは読んでてこう魅力というかはいなんかありますか魅力でも本当にさっき言った通りこう短いところにこう言葉をなんかこうギュッと詰め込むイメージなんで、多分すごい考えてらっしゃると思いますし、そこをなんか得て自分もこういう言葉を周りの人に届けていきたいなみたいなので、勉強、お勉強ですね。お勉強はい、でもすごい心が浄化されます。本を読むと。本はなんか行きつけの書店とかそういうのはあるんですかなんかはい、本当大好きな書店が三軒茶屋のトワイライトっていうところがあって、選書も素晴らしいですし、あとなんかこう3階にベランダというかあるよね、外で出るデッキみたいなところがあって、そこでなんか夕日沈むのと同時になんか本読める場所があるんですけど、本と、飲み物をご購入した方は上がれて、これ結構おすすめです。ナイスシングスっていうこう置いてるところが少なくてすごい好きで、本屋さんで見つけると持って帰ろうって思うアイテムですね。下にもちょっとあるんですけど、これは旦那さんがあ、そうか俺だ。何かのお祝いでくれました。なんかなんかのお祝いで一週間お疲れみたいな感じ。ああ些細なねぎらいですねはい、明日生きるためのことちょっとエッセイに通ずるものがなんかありますなんねかもともとこれを探してたりなんか好きだったみたいで、でなんかたまたま寄ったお店で見つけて、じゃあ買ってやろうっつって買ってすごい嬉しかったです。ね、そう喜んでくれて。でも下にいやすみません。確かにまあしていいよ下になったあくまで2番手ということで。でも2番手3番手でしたね3番手か3番手でしたねはいこれも実はジモティーで無料でお譲りいただいて、千歳烏山とかまで行きましたね。これでお寿司屋さんも行ったね。行ったねあ一回経由したんですかお寿司屋さんお腹空きすぎて回転寿司これで行ったらなんか店員さんもあたふたしててこんなんで来んなよみたいなでもあれですねやっぱ千歳烏山でさっきも学大とかでしたっけ、世田谷エリアというかそうですね。やっぱジモティーの質が高いですね高いかもしれないです。ねなかなか無料でお譲りいただけるっていうのはねすごいですね時間あると結構見てて、いいのがなんかあればいいのあったら取りに行こうっていう取りに行くマインドがもすぐいただきに行きますっていううもらえますっていうもう行きますって感じなんですね私行けますもらいに行ってます、ね。はい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 パントンチェアも実はなんか本当はもう少し大きいサイズかと思ってメルカリで買ってみたら、意外となんか子供用でかなり小さかったんでもうディスプデレイィスプレイ用にななったのかりました。レコードも結構千穂さんのものが多いそうですね。私はもうずっとジュマディバっていうヒップのご存知ですか？はいあ、嬉しい。なんか思想が結構好きでもうジュマディバが好きすぎてブッダの本を買いました。なんかブッダに出てくるマディバっていうところから名前を
マディバがすごいなんかこう明るい人で、うん死ぬなんてもうみんな死ぬんだからなんか一生懸命やるだけだよ今はみたいな感じの子なんですけど、それになんかブッダはこう感銘を受けて結構これは救われること。へえ、そうなんだ。僕はバッドホップがずっと好きで、なんですね。そのバッドホップほど全然過去やんちゃしたことはないんですけど、はいなんかこうストーリー性がかっこよくて、うん。なんかやんちゃしてたのに仲間とこう上がってくみたいのに日々食らってるって感じですバトップね、一回ね、活動はね。そうですね今は。なんかやんちゃエピソードとかいやないですないですそういう人生ではない。なんかまあ中学生ぐらいの時にちょっと襟足だけ伸ばしたとかありましたけどそれ以外は本当にだから本当に田舎だったんでアマチュアのなんていうんですか、カマハンカマハンまでいかなかったけど荷物置くところああ、なんて言うんだっけ、あそこよくみんな二血するあそこ後ろですよね。をサドルでこう上げたりはしてましたそれだけ。あげられるんそう、だ。あそこ上がるんですか。てこの原理でこう上げてそうなんだ。結構でも二人乗りしやすかったです。じゃあカスタム、今でいうカスタムみたいな感じ。そんなもうそこまではねもう中学生の頭なんでもう何がかっこいいなんて今分かってないこれもなんか IKEA の本当に、ね今も全然多分販売されてるやつで、スタンダードなスタンダードのやつ。このアートというかインテリアは友達が自分で作って額も自分でペイントしてデザインしてて、で結構今は多分やめちゃったんですけどそういう制作するのは、でもなんか気に入ってちょっとなんかこう年輪というかなんかこうすごい可愛いなって思って結構気に入って置かしてもらってて、でこれがグッチメイズさんグラフィックアーティストの方がいて、たまたま今日グッチさんに会うんだよねって言われて、ヒロシもおいでよって言われてついてったら 2,3 時ぐらいまで飲んでて、ヒロシって書いてあげるよみたいに言われて、これなんか即興でヒロシって書いてもらって、でその時本当に20歳頭ぐらいだったんで、一人暮らししたら飾りますとか言って、で今飾ってる今ようやくこれだけ言いたいって長女にさっきよりずっと言っててこれだけは危なかったですね。グッチさんありがとうございます本当に。これはバルセロナチェアのリプロなんですけど、その時インテリア勉強して、でも1個これバンと置きたいなっていうのがあって、すんごい探してヤフオクとかメルカリ一聞きして予約でやった感じです。これに合わせて IKEA の皆さんご存知だと思うんですけど黒で合わせてます。前の職場の先輩が描いている梶陽介さんが描いてるドローイングが可愛すぎて、玄関にもう一枚あるんですけど、貼ってます。もっとみんなに知られてもいいぐらいセンスのある方で、独特な描写というかですね。そうなんですよ。本当に可愛らしくて、このウェーブっていうのがパリだったかな、そのなんかメディアみたいのをやってるところで、ほんと数年前にインタビューみたいのしてもらった時に、それできっかけでなんかこうポスターとか T シャツとかをそのウェーブのオリジナルのをもらって、ウェーブのやつ何枚かあるんですけど、それの中の1枚っていう感じです。プライスレスですこれ。5月末まで勤めてたノンフィクションの香水を日替わりで。ノンフィクション、ノンフィクション、僕もボディクリーム使わせていただいて、ありがとうございます。嬉しい、大好きなブランドで。あれノンフィクションって韓国ですよね。韓国です。そうですよね。韓国のライフスタイルビューティーブランドで、友達が働いてたのもあったんですけど、もともと全然コーヒー業界にずっといて、全く関係はなかったんですけど、ちょっとお誘いいただいて、オープン前からちょっとジョインさせてもらってた感じそうなんだ。ですか。でここにもチェック。あります確かに。それなんかいただいたタオルで、タオルとか使うのちょっともったいないとか思っちゃうタイプなところがあって、はいはい、ちょっとうまい具合にお気に入りのタオルって確かにあんま使いたくないですよね。なんかあんま消耗品使い切れなくて自分、はい、それで許可を得てちゃんとここに許可を得て、はい、もちろんこ聞かせてもらう。こはどうかなとか言っていいじゃんいいじゃん。いいじゃんいいじゃん。いいじゃんがあればポンポンプリの色を拾ってるんだよね。ああ、そういうことか。あ、そういうことか。だからよかったんだ。そうそう。あ拾えてたから拾えてたから OK だったんですね、ここは。ポンポンも拾えてそういうことね。確かに黄色多めですもんね。あ、でなんかちょっとねう似てますもんね。確かに。これ普通にクロックスの。あ、これクロックスなんだ。そうなんですよ。最近出た。こんなの出してるんですか今クロックス。そうなんですよ。へえ。ルームシューズとかないんですけど。かわいい。ちょっと一旦全然履いてないしルームシューズっぽく置いてみようかなみたいな。詰まってる。詰まってる。まだそうあんまり履いてる感じじゃないですもんね。たくさん履かなきゃ。宇宙人みたいでいいっす。ちょっとスペーシーな感じですね。ちょっとなんか別になんか海用とかそういう全然もういけちゃうやついけると思います本当に。ぽいですよね雰囲気はね。続いてこちらが玄関ということで、
僕が特にスニあ特にーカーショップ働いてるのまあそうですで与えてる感じあるかもしれないですね。与えてる結構いただいたあそういうことかものも多いです。なるほどとかもあったりとか、えこれもナイキなんですけど原子素材でゴアドームっていう名前なんですけど、2000年頭ぐらいとかに昔出たやつがまた帰ってきたみたいな、ちょくちょく出たりはしたんですけど、また最近腹こりになって出て。ちょうちゃんはナイキとシュプリームのコラボで、こう真っピンクでここがリフレクターになってるので夜光ります。写真とか撮ると結構ピンク大好きで、爪もピンク。ピンクこっちもピンクでしたよね。そうですよね。トモスとサロモンのコラボの桜ってやつが今年出て、先輩からいただきましたね。こっちもナイキとジャックムスのコラボで、ちっちゃいスウォッシュ、こうナイキが可愛くて、形自体はエアフォースワン多分ベースにして、で横になんでちょっとこうアウトドアラインの多分やつで出た昔のこういうセーターがあって、それを多分くっつけてるみたいな。つけてる。こういうソールとか見たことないかも。そうなんですよ。かわいい編み込んでるみたいへえ、かわいい。もうワームでな。ね、購入買ってさせていただきました。ちなみにワーム東京で働くことになったきっかけというか、なんかあるんですか？きっかけはなんかもともと中目黒にお店があって、で端から端までもう開けまくったんですよ。開けまくっもちろん嵐みたいなことやっててそれでなんかすごいこんなおもろいスニーカー屋さんあるんだみたいになって、もともとスニーカー好きなのもあったんですけど、でそれで原宿に移転するってなって、今度来てくださいって言われて、あ行きますみたいな感じで行って話してたら仲良くなって、2人で飲み行こうみたいになって、そのスタッフの人とはい。で飲み行ったら気づいたら10人ぐらい集まっちゃって、じゃあ次忘年会あるから忘年会も来なよみたいな言われてバイト空いてるから入りなよ。あ入りますって言って入りましたで気づいたらもう8年うぐらいすごいな、働て8年か。本当に今でも一応こう若手やってるつもりなんですけど全然気づいたら若手じゃないかもみたいな最近は。すごいっすね。 8年。これはもうひろしくんの一人暮らしの時からずーっとこのスタイルで、本当はなんかかけるの私的には反対だったんですけど、ああそうだったんですね。ひろしくんが一旦組み立てさせてくれみたいな、根幹絶対入りきんないから絶対必要だからって言って、そしたらなんか意外と可愛くて、ね、なんか見た目もやっぱスニーカーだからこれは成立するディスプレイというかね、収納な感じもしますよね。これ多分一応ルームシューズで、この形がエアマックスの95っていう形なんですよ。ナイキのはいでかけますよ。一応履けるんですか？はいじゃあちょっとせっかくなんでぜひぜひ履かせていただいていいですか？かなり大丈夫ですか？これで動画出てないですか？僕みたいな。なんかなんか何も知らない人って思われそう。何も急に作品変わった何みたいな。も知らない人みたいな格好なんですか？急に履かせて大丈夫ですか？履いてくださいとか言って。95だけ販売してるお店があって、そこのオリジナルのルームシューズっていう、これ多分9000円とか1万円でもそれぐらいなんだ。ぐらいで買えると思います。可愛い。でも可愛いですよねいいっすね。しょうちゃんの家にあげるよみたいな感じでいただいて、一人暮らしの時からずっとこう玄関先を彩ってくれてます。スエピさんの何さん？スエピさんスエピさん？スエピさんスエピさん友達感。スエピさんね。スエピさんのラグ。はいはい。先輩のスエピさんの。はい。あとまあ個人的にはこの IKEA の本当は多分こう枝とかを刺すやつなんですけど、結構なんかお友達が家に来てくれることとかも多かったり、なんか傘が結構あぶれるんだよね、うちに。うんなんでなんかこれにしちゃえばいいやんって最近はこんな感じで確かに傘いいっすね。傘立て。傘立てにして。あとはこの辺からなんか徐々にまたチェックがそうまだ侵食されてます。転職されてますけど、これはでも厚めの生地っていう感じですね。なんかあんま生地っていう言葉はあんま聞かないんですけど、そう生地を買う。そうですね。生地を買うんですよね。生地を買います最近は。なんで生地なんですか？いやなんかこんなチェックの服ないとかはいあって、でも生地ならあるんですよ。それだから一旦何かになるかもしれないと思ってとりあえず買ってとりあえず生地を今貯めてるんで。とりあえず生地を買ってて、でその中であれ結構届いたらこれ結構厚手じゃんみたいになってでちょうどキッチンマットを敷いて出したんで敷いてみたんですよ。千代ちゃんに聞かずに一旦敷いてみたら、はいあいいじゃんとか言っておー許可を得て許可を得てこちらも敷いておりますね。グッドポイント。グッドゲットポイントなんですね、これは。はいじゃんいいじゃん。でこっちもこれも生地ですね。生地です。あ、これ生地。この中がちょっと開けると生活あふれちゃうんでちょっとあれなんですけど大溢れしちゃうんで。
これ普段は使う香水もやっぱノンフィクションが多いんですか？日常使いは。香水結構ノンフィクション大好きで多いですね、私はこのローズが好きでローズ。結構がっつりローズです。なんかバラがつぼみから本当こう実になる瞬間に焦点を当てた、やばい接客みたいなんかその説明が急に細かくちゃんと。そうなんですよ。えムスクの巨匠モーリス・ルーセルっていうマスターパフューマーが紡いでいてやばいやばいカタカナ多かった今。せっかくなんでいいですかちょっと。もちろんもちろんこじゃあこの辺に。こら辺にじゃあ本当にみずみずしいローズでおーなんか透明感があっておーいい香り。そうすごい清らかな。いいっすいいですね。でこっちもいいです。ヤングメモリーズ。ヤングメモリーズ。ひろしくんっぽいなっていうのでお持って帰ってきたんですけど、でもすぐ野原に今バラが咲いたみたいな感じであ、こっちの方が本当確かにもうちょっとうんグこリーンな、うネイチャーっぽい感じ。これいいんすよねなんかこれ結構乗。せるといいよね、うん。これは僕目悪くてあそうなんですかメガネ生活なんですけど、はいプロジェクトプロダクト P/P みたいな多分マークが有名なのかな。で見えるおお、僕接客の時も基本つけてるんですか？つけてますけどあ、そうなんだ。フレーム可愛いですね。めっちゃ可愛いですよねこうんれ。ダブルブリッジ。これトレイも可愛いですね。このね、プエブコあ、これプエボコなんだプエ。ブコです。しかもめっちゃロープライスです1000いくらとか。あ、そうなんだ。プエブコってこういうのめっちゃいっぱいなんかお皿とかトトレイ系レイ系が結構あって、これメガネ用ってことですか？これメガネ用です。可愛いこれ。へなんかこの丸いやつと四角いやつも多分ありましたえ。あ、僕ちょっと気になったのはこのこれはもう手作りね手作り。チェックに負けじとあ、そういうこと。対抗してるんだ今。はいすごいなんかここのお家が古いお家なのもあってここの奥が洗面とかトイレなんですけど、フェルトを買ってきて自分で切ってるんでへーあれなんですけど、なんか海外のドイツのなんかインテリアコーディネーターさんみたいなのがなんかこう窓枠に色をつけてうーんそこにこうドットをやるのをなんか見たことがあって可愛いと思って作りました。うん。でもなんか一気にこう空間に馴染みますね。うんこれが貼ってあるだけでね。すごいいいねこうん、可愛い。結構よく2人で取りに行くね。れ。ね。あ、そうなんですか。お二人は出会って何年ぐらいなんですか？でも2 2年半ぐらいか2年半ぐらい。正直そんな長い付き合いではうんないかもしれない。急になんか急に距離感じた。大丈夫ですよね。大丈夫ですか？いや大丈夫ですか？心配になりましたなんか心配になりますよね。急になんか。でも違うちょっと言しかもなんか葉下のもう一回言い直した方がいいですか？一回下の方向いて一回言い直した方がいいですか？言葉見せてなんか意外とですよって言いたかったんですけど、なんか結果的になんか長くはなんか急にこう距離を置いて、侍みたいなのなんか急に亀裂自分でこう入れたのかなみたいな。いやそういうことじゃないですよそうでね。まだ出会ってこう意外期間で言うとそうなんですよまだ短いってことですよね。ギュッギュッとね。ギュッギュッと密度のあるってことですよね。失礼しました。そういうことですね。よかったよかった。で、こっちが寝室。はい。はい。ということでじゃあ中に案内してもらってもよろしいですか？はいもちろんです。失礼します。結構本邦初公開ほぼ初公開。両親とね友人以外入れたことない。入れたことない。まあ初公開大体そうだけど。まあここはまず張り替えてるとあれ上からそうですねちょっとこう乗せてる？一応なんかラタンっていう素材の名前ではありましたね。これでもいいですよね。これ良くてわかる結構好きで。これも一人暮らしの時のやつを持ってきててどうしても私がこれを貼りたくてちょっとハマってないところもあるんであれなんですけど、ちょっと印象を変えてますね。変えてます。はいはいはい。ここはなんかテーマじゃないですかあるんですか？この部屋はインテリアの部屋のコンセプトじゃないですけど。どちらかというとひろし君あ、そうなんですか。ここはひろしさんの担当。いやまあもう見ての通りチェックが多くなってしまい、ここもここ一気に増えましたね。一気にだから確かにもうほぼこいつのせいですね。確かにこれのせいか。一気にこれも IKEA ですこれ。あ、イケアなんだ。全然売れてないみたいな。あ全然売れてないのマジですか？でセールみたいな半額ぐらいになってあ、そうなんだ。半額ってことは確かになんかあんまり売れいやそうなんですよ人気ないのかなで。なんかレビューね見たらレビューねも見たらドイツとオーストラリアだけすごいレビュー高くてそうなんだ。日本の人がコメントしてなかったそうそう一言。日本でだけは好まれてないとそうなぜか。売れてなかったのか。でも個人的にはめっちめっちゃおゃ可愛いよね。気に入り本当に可愛いあとはまあ普段ちょっとここで化粧水とかまあ裏にボックスワゴンがあってうん出してお化粧してここでお化粧して。でそのオレンジを拾ってお友達がやってるワンルームっていう今梅ヶ丘に移転したんですけどあ雑貨屋さんがあってはいはい。バンダナです。へーおちょっとなんかよく古いお家なんで本当なんか黒いケーブルみたいなのがあって確かにあんまなんか見たことない。取れないんですよこれなんかわかんなくて。へなんで一応そこに
ちょっとカモフラージュ代わりで置いてます。置いてるやつ。あと私の福岡のお友達の萌ちゃんがやってるフェイスジュエリーの彼女がもうその歯を埋め込んで、この前福岡に遊びた時にいただいて、そばにいるよというのでつけてます。つけてます。はいはい。じゃあ座りなく改めてはいこっちがチェックの、チェックの間ということで、クローゼットですね、僕の。はいじゃあちょっといいですか、開けていただいても。もちろんです。すごいな。大チェック。めっちゃチェックがマジでチェックですね。いや本当に、そのこれチェックはなんだろう、歴史とかなんかあるんですか。いや正直ただ好きという前提で今動いてるんですけど、まあ、歴史も勉強しなきゃなとは思いつつ、そこはまだそうっすねちょっと。まだ入ってきてない。ただなんか本当にシャツのこういうシャツのチェック俺あんま持ってなくて、はい、はい、でなんかずっと例えばこういうマウンテンパーカーとあーかトラックジャケットとかそっち系なんだ。それこそパンツとかなんかそういうチェックであまりない形に珍しい方の。ちょっと多分惚れ込んでいて、でなんかほんと去年の年末ぐらいにあれ俺めっちゃチェックあるかもみたいになってよりチェックを加速させた1年あそうなんだ。去年からそうそうです。加速させてってるんですね。コムデ・ギャルソンのチェックこれが結構お気に入りで、ギャルソンとかやっぱチェック多いので結構惹かれちゃうとこがあったりとか、シュプリームとかも好きでこれはもう気に入って、なんかこの間フリマイベントみたいな出店参加させてもらった時にこれ上下で行きましたかましたろうと思って存在感だけアピールしてそれかませますね。ヤングっていう古着屋さんと、あとリープっていう古着屋さんと、あとスポットマンとかはよく行きます。ちょっとバラバラなんですけど場所、そこら辺はよく見に行ったりしてます。あとは正直言うとなんかセカストとかそういうとこもこう見たりとかして、まああまり無理せずいいチェック、ナイチェがあったらもうナイチェ。買うという感じです。ナイチェがあれば。ナイチェがあればナイチェがあれば。すいません喋りすぎちゃってます。インドネシアのオモっていうブランドがあって、それこそノンフィクションで働いた時にお客さんとして来てくれて、話してたらすごい仲良くなって、なんで日本に来たのみたいな言ったら、そのポップアップやるんだよねみたいなところから仲良くなって、この前もポップアップに行ってきて新しくこう1年越しにゲットしました。このへえ、これすごいですね。なんかこれ生地の切り返しというか。旦那さんからもこうナイチェをいただきました。これに関これしてナイチェ、あ確かにナイチェだ。確かにナイチェ。だいぶナイチェでナイチェです。俺もサイズ合えばって思ってそれだったら。と俺も買ったあ本当ですか。そうだよね。欲しかった。浮気出したかったんで、私お財布もドットなんですけど、ねおすすめカンペール靴は有名だけど、これはなんか新作だね。うんもう行ってすぐ買いました。ちなみにどうですか、今日お二人ははいコーディネートは。えあれあれちょっとせっかくなんでお尋ね。僕はもう見るまあちょっと聞くの迷おうかなと思ったんですけど、もう無言でも伝わるかもしれない君臨するだけでもちょっと君臨するだけでもいいと思ったんですけど、キャップがグラミチで、トップスがフィンガリンで、パンツがシュプリームオールチェックですオールチェックで今日は。すごいチェックでまとまるのがやっぱすごいね。うん確かに。これが彼の才能です。日頃からまとってるだけありますね、すごい。チェックを制してますね。全部チェックって失敗しません。いやそう絶対できないですもん。絶対できない。絶対できないもん。なんか最近昔のブランドアバクロとかって覚えてますああはいはいはい。可愛いので出てて、なんかそれをメルカリでめっちゃひたすらディグってて出てきたのがなんかこのトップスで、なんか背中がねちょっと開いてるでレディーに着れる可愛いので着てます。とリーバイス、ほんとこれは形の綺麗なスニーカーも多いんですけど、ブーツも多いので結構なんかこれぐらいの丈、七分丈とか履くことが多いんですけど、やっぱ家の中なんでちょっと七分丈結構面白い感じになっちゃう確かにちょっと今想像したらちょっと結構面ちょっと面白いかも確かに。なんかそのくるみ割り人形の感じになっちゃうからこう一応ちょっと長めのものを長めの久ものでしぶりに履いてみました。うんうんうん千穂さん、ひろしさん、ありがとうございました。ありがとうございました。そしたらじゃあ最後に何かお知らせしたいものとか告知したいものがあればしていただければなと思います。はい、おのおのの個人のインスタグラムのアカウントをチェックしてもらえたらチェックだけにチェック。ナイチェで。内知してもらえたらナイチェで。嬉しいですね。はい、はい。あとありますか？あとはございませんございませんので、はい、気になる方はぜひお二人のインスタグラムですね、チェックしていただければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。